焼き豚ボルガダブル定食2つです。ダブルとんかつのお客様。はい。ソースが違うところが憎いね。わかりました。ごめんなさいね。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。上カツ、カツチャーカツです。めっちゃうまいです。めっちゃ美味しいです。ごめんなさいね。ちょっとお待ちください。はい、すみません。レバニラ2つね。申し訳ないね。食べようぜ、食べようぜ、これ絶対いいよ。やけどせんように。買うかな。最低で8升。最低で8升。それで昼の出方でだいたい夜にまた。あと密集します。ここの店。最低で8升。富山の話が来てるんで、富山でバイト立てませんかって。これ意外に仕事してるでしょ、僕ら。じゃあこちらの人は富山の人にそれもいい水の人に。おお。山の土地やってる。長岡。じゃあ立山の方に行く。ほらみんな。ちっちゃいお肉は何用のお肉ですか？豚ヒレ。豚ヒレ。うん。で、これはとんかつでしょ。ホテルなんか建ったんでしょ。
てくるでしょ、下。なんか、ドロドロドロ。まあ、あれはもうあんなんもう、個人のものも入ってるかもしれない。ほんと綺麗ですよ。こういう縁やら、わかるでしょ、なんか。もうきれい極まりやん。整頓してあるでしょ。中は同じ変わらないけど、結局便利用にこう棚が少し足らんのですよ。それとかテーブル選んだのもう18年ぐらいなのかな、テーブルの。それとガタガタ。これ忙しくなってきたらプッと小出しできるように入れたんで80万円でどっちあげるか分からん。お客さん提供している漬物がこうぬか漬けっていう自家製ぬか漬けっていう。こういう感じです。めんどくさいです。完全自家製。めんどくさい。めんどくさい。鉄平っていうそのお店の名前の由来ってどういうところにあるんですか？漫画の本で漫画の俺が鉄平って言ったでしょ。で名前を付けるときに何を付けようって言ったらあいつの名前は面白くないで、漫画の方から取って一番最初からあるって言うと鉄平定食か。今一番売れてるとボルガかな。ボルガライス。やっぱり一番売れてると思いますよ。でとんかつかな。飯だね。国技館行ったらがんですね。ペット検査しましょう。切りましょう。僕らもんでねえだろうけどね。厨房に立ち続けるそのボケると嫌だ。何もせんとぼーっとしてたらボケるだこう70いくつもなったら。いえ、卵今弱い中華を準備してるだけで。
って3年目ぐらいになるんですけど、まあだいぶちょっとなんか覚えてきたっていうか流れがつかめてきたかなっていう感じはありますけど、まだちょっと足りない部分もあるんで。カレーの単品を一つ、はい。ハイブリッドカツ丼。はい。あ、エビチャーハンセットございますよ。サラダ付きですね。飲んでるまでと分かっていって。ただ土曜日になってくると、ちょっと県外客が多いですね。日曜日さえ日曜日もっと広られると思うけど、休みまでやってもらう。と怒られてんって。普通の時休んだ。サラリーマンの人は飯食うとこ狙ってもらう。初めてにしてくれよ。いきますよ。はい。すいませんでした。登るから。
はいよ。
宮田定食です。メンチカツがサクッとして美味しかったです。チーズカツボルガライス1つと、あとミラノ風ボルガライス。ミラノ風のボルガライス。どちらですか？こっちです。はい。ビーカツですね。美味しいですよ。カツも柔らかいし、味もこのくどくもないから食べやすいというのがあります。宮田豚焼き大盛りです。宮田ボルガ焼き豚です。宮田ビーフミラノです。
ません、ダブルとんかつのお客様。はい。ソースが違うところが憎いね。そしてこの味噌汁。一ついかがですか。僕が25ぐらいの時なんで、32年ぐらいですか。32年ぐらい通ってる。やっぱ味が安定して美味しいですね。でご飯もちゃんとした福井のお米使ってるし、もう百姓じゃないですけども、百姓が親戚にいるんで、美味しいお米ばっかり食べてると、混ぜてるなとかごまかしてるなってのは分かっちゃう。このお店はそれがありません。うまい、良さそう。うまくて。めっちゃあそこね。はい、通します。ニューオーダー、焼き豚、ボルガ、ダブル、定食2つです。はい、いらっしゃいませ。はい、さん。焼き豚ね。はい、
後2つです。お願いします。あ、こっちから、はい。はい、いらっしゃいませ。ちょっとお待ちください。何名様ですか？いや、もうお母ちゃんの味。お母ちゃんの味。ドアあってるだろう。ボルガライスで倍にも頼んだけど。はい、すいません。ごめんなさいね。はい、ひとりさん。ちょうど来るんですけど、そのたびにボルガライスは一通りの種類食べました。ミラノ風美味しいですよ。あれが一番美味しいかもしれない。はい、すいません、ごめんなさいね。ちょっとお待ちください。はい、すいません、レバニラ2つね。申し訳ないね。はい、どうぞ。ごめんなさい。それいります。それいりますね、どうぞ。あ、そっちがで湯気たってる。すいませんね。味噌味が効いてるし、ちょっと普通のレバニラとちょっと違うんですけど、コクがあります。上カツ、カツチャー2つです。全然余裕よ。瞬発力がいるで。ごめんね。上カツ、チキン丼、ハイブリッド、金焼き豚です。
どうぞ。すみません、とんかつチャーハンです。はい、すみません。お待たせです。ごめんなさいね、申し訳ないね、バタバタ。はいよ。豚ヒレボルガ。あ、ごめん。はい。ごめんなさい。どうもありがとうございます。焼きそばだ。焼きそば買っちゃう。すみません、何名様ですか。サイさんね、はい。お願いしていいですか。2つですね。はい。ここで終わりやろ。はい、すいません、ごめんなさい、お姉さんお待たせですね。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、すみません。あ、俺もごめんなさいね、バタバタ。はい、すいません。はい、どうもありがとう。初めて。めっちゃうまいです。めっちゃ美味しいです。チキンカツ定食ですね。はい、こちらから。ありがとうございます。すいませんね。はい、どうぞ。はい、そしてクラシックボルガですね。すごくジューシーで美味しいです。
話もある。選び放題なんで、まあいっぱいメニューあるんで、まあそれが楽しいですよね。いいとこだとご飯。ここでバトンタッチして、でそこに置いてあった方が。やべ、手熱いんじゃん。あ、右入ってない？食べたら絶妙の塩加減ってわかる。既製品じゃない。今それこういうの。こんもりでしょ。やばいじゃん。やめましょうよ。これが。って感じです。あ、食べようぜ、食べようぜ。これ絶対いいよ。やけどせんようによ。ティッシュもエアコンに置いて。あ、これでしたよ。もうちょっとで50周年、今日50周年になったのかな、わかんないですけど、いやなんか自分の代まで続けるとしてやっぱ 100年ぐらいまで続いたらいいなっていう思いはあります。はい、どうぞ。お願いします。
来たよ、焼き飯。はい、どうぞ。朝からでかっ。オムライスを中華そばをいただきます。エビ飯です。みんな入れながらはい、オムライスです。はい、どうぞ。すいません、オムライスです。晩ご飯。何を食べても美味しいです。とっても美味しいです。鶏1個出るわ。はい、取りです。あんかけ持ってっていいよ。はい、どうぞ。これは何用のチャーシュー？これは普通のほらラーメンとかチャーシュー麺用の普通の中華そば用か。エビうま煮そばっていうあんかけのやつやね。エビうま煮そばと、焼き飯とかオムライスとかそのあたりが今よう出るかな。これ俺昔から好きやったんで、もう中学校時代の時からこういう古い看板やらもう集め出して、それとなんかこうラーメン屋さんをこうなんかうまく調合できんかなと思ってこんなスタイルになりましたね。何個ぐらい割るんですか？土曜日ですと今日ですと、これで大体50個なんですよ。約ここは400個ぐらいですかね。オムライスが出るとだいぶ変わっちゃうんで。
れそういうこれ初めて見た。美味しい。これ山椒です。これでたかんと間に合わないです。全然間に合わない。これが今日ですと4回転ぐらいですかね。だいたい同日祝でこれが6枚分ですね。平日で3枚分ぐらいです。個数でいうとどれぐらい？個数でいうとだいたい1バット80から90ぐらい入るんで、まあ、500以上は握りますね。こんな感じで1バット終わりです。外に置いてる。すみません、お待たせしました。どうぞ、お待たせしました。オムライス1つ、エビ中華。最初のオムライス。はい、すいません、オムライスです。ご飯。で、エビチューハンご飯。エビチューハンご飯とチューハンご飯。これオムライスのとこ行ってどっちも。はい、中華そばです。はい、すみません、エビ中華飯になります。失礼します。エビ呼んで。
もう食べかけにはもう用はないです。やっぱりエビの、唐揚げなんですかね。それがプリップリで美味しいですね。もう本当に。中華派もトロトロですし、めちゃくちゃ美味しいです。何を食べても美味しいです。甜麺です。あんかけにフライエビそば煮です。お待ち何名様？1名さんと2名さんです。はいよ。これいいよ。あんかけ持ってっていいよ。今の持ち帰る裏の黒のやつ取れると思います。これラップして。めちゃくちゃ美味しいです。何食べても美味しいというところで。
しゃいませ。何名様ですか？ごめん、ちょっと前出てくれんけ。鍋、後でいいわ、全然。はい。チャーシュー麺の方、はい。チャーシュー麺。ごめん、店来られた方のこの店って結構来るんですか？はい、よく来ます。とっても美味しいです。場所だけ聞いて、家。そしたら、ほんで、手前の鳥あげて。それ農協さん。これごめん、頼むわ。ごめん、誰から鍋やれんけ。いや、あんたもここればいいわ。はい、ミキは生入って。入って鳥5粒戻すで。鳥1個出るわ。はい、鳥です。お願いします。今日何食べましたか？チャーシュー麺です。めっちゃ美味しかった。味が濃くて美味しいです。ちょっとヤンニョンタン。来たよ、焼き飯。はい、どうぞ。でっか。はい、熱いんで気をつけてください。どうぞ。失礼します。美味しそう。めっちゃうまそう。美味しそう。でかっ。もう今あげるんで。あ、全然まだあるってこと？これ4切れなんで1粒足りないんですよ。1切れ。もう今持ってきますんで、すみません。ごめんなさい。すげえ。美味しそうやね。はい、オムライスです。はい、どうぞ。はい、どうぞ。
もう15分かな。いちごは、お隣福井県のいちご農家さんから直接取引で入れていただいてて、多分ケーキ屋さんでいちごを農家さんから仕入れてるとこってあんまないと思うんです。で完熟で入ってくるんで、すっごい甘くて美味しいいちごが売りです。その理由あ、ナンバー5の理由やね。5番目の夢やね。そうやな。で1番目の夢が、ラーメン屋さんすること、でそれはできたかな。とりあえず叶った。で2番目の夢が屋台ラーメンをすること。屋台ラーメン、まあキッチンカー導入して、で今若い子がキッチンカー持って独立させて自分で店をやりたかった子がいたんで、そのままその子にキッチンカーを任せて独立させました。で3番目の夢が生け花か、生け花の師範になることだよね。でそれも叶ったんで、で4番目の夢はちょっと秘密やな。それ秘密やな。で5番目の夢が自分の好きなケーキを自分の好きな時に食べたい。そういうことです。毎日持ってくる。でそれを叶えるにはどうすればいいかと、もうケーキ屋やっちゃえと。ってなわけで、ケーキ屋さんも始めました。はい。でまた6、7、8とこう続いていくんですけど。まだまだね、やりたいこといっぱいあるしね。いっぱいあるし。夢を叶えていく姿っていうのをうちの若い子たちにも見せていきたいし、やっぱり将来飲食店やりたい子だとか、もう何にも夢ないわっていう子もいるんで、人生短いんやからやりたいこと全部やっていけよっていう。とにかく学校で学べんことを、これからね、教えていってあげたいな。自分たちの背中で見していこうという感じです。聞ける範囲でいいんですけど、そのどういうお二人の出会いなんですか？私が旭軒の一番のファンなんです。で毎日旭軒食べとるし食べたいし、もう1日3食旭軒でいいっていうぐらい旭軒大好きなんで、その旭軒大好きな旭軒を一番近くで支えたいなっていう、そういうとこです。涙出ますね。涙出ますか？そうかそうかそうか。すごい卵がふわふわ。なんか動画か。うめえ。でかいっす。びっくりしました。
入れんでいいと思うね。あっちへ。あっち。皮のパリッとした食感もいいけど、皮が食べてるような食感をなくすっていうのは僕の信じ合いと、中の具の野菜の美味しさ、肉の美味しさを100%出すように。この人はもうミリ 0. 何ミリの単位ですから、もう映るぐらいね、でそれを50年間薄さを保っている。中華丼の具を作ります。50年変わらないですね。継ぎ足し継ぎ足し作られてる。これは今あんかけ焼きそばとかあんかけラーメンとかそういったものにも使いますね。
ラッピングします、あっちで。一体ならな、いい編集はできんね。そうなんです。それはいくら売れなあかんね、何もの売れなあかんね。電気つけて。何年ぐらい使ってるんですか、これ。何年ですかね、僕が入った頃にはあったんで、20年以上ですね。20年以上20年以上。その新しいのを買わずにこういうふうにメンテナンスして使い続けることのなんか良さとかってどういうところなんですか？そうですね、やっぱり馴染みがあるんで、手の馴染み感とか、やっぱ切りやすさは全然違いますね、やっぱり新しいのを買うよりは。豆腐入れるのって結構一般的なんですか？いや、どうなんすかね、うちだけかもしれないですね。柔らかくして仕上げるために、うちは。豆腐を入れて教えてもらってずっと作ってますね。先代から。先代の教え。そうですね、先代の教えから。福井産の福小麦っていう福井県の小麦です。こちら何個ぐらいしてるんですか？これでだいたい150個ぐらいですかね。土日でなくなる感じですね、2日ぐらいで。
構好きな人は結構好きなので、お持ち帰りで肉団子を4人前5人前ってお持ち帰りするので、結構粘りが出るぐらいまでしっかり混ぜ合わせて、そうですね、やっぱ週末が一番忙しいですかね。はい。まあコロナが少し落ち着いてきたので、大体2、300人ぐらい土曜日日曜日で来る感じですね。コロナ前とかやったらもうほぼ300人400人とか、もう忙しい時だと500人近く来る日とかもあったんで、粘りが出てきたところで小麦を入れます。の卵と水とこの小麦の比率で全然食感とか仕上がりが変わってしまうんで、本当に見極めがすごい難しい。骨で手の感触でもうちょっと水が欲しいかなとか、卵もう少し欲しいかなとか、これができるようになるまで結構本当に1年2年ぐらいいろいろ試行錯誤しながら何回も失敗しながらやったんで、昔から変わらずもう肉団子だけお持ち帰りされる方とか、肉団子とライスだけ食べに来るお客様とかもいますので、去年の9月で50年経った形ですね。今年で51年目に突入なんで、そうですね、僕が継いでもう完全に任せていただいてもう15年ぐらいですかね。僕がここ入って22、3年経つんで、そうですね、やっぱり一番は、食で笑顔にしたいという思いもありまして、そこから鯖江から福井県を盛り上げていきたいという思いもありますし、もちろんその飯店の味を全国に伝えていきたいなっていう思いもありますので、手の中で丸くするのがすごい難しいんですよ。簡単そうに見えるんですけど、これができるようになるまでに、そうですね、本当に何百個っていう数をやらないとなかなか難しい。給料日です。12時にお持ち帰りがあります。お持ち帰りの段取りしといてください。その弁当、カツ丼3枚、餃子3。私また動くので、3時から1時間、ちょっと決まります。これを何貫分作るんですか？これを平日だと2貫から3貫で、土日やと5貫ぐらいですね。殻をこします。
で多いと100近く出ますね。2人に1人とかそんな感じで出ますね。スペテンを食べにわざわざ県外から来てくれたりするんで、はい、片栗粉を入れることですごいもっちり感を出るカニ玉に仕上げるんですね。ホイコーローのお肉です。豚バラです。今これ少し温めて、ラーメン用で置いておきます。スペテンのタレですね。醤油ベースで甘めの味付けに仕上げたり、継ぎ足し継ぎ足し作られてるベースになってます。本当に好きな人はお客様はもう中華丼ばっかり。うちでしか食べれんっていうお客さんとか結構いるんで。いらっしゃいませ。ランチ2つお願いします。ランチ2つですか。はい。ランチと餃子ね。はい。
はい、すみません。あ、すみません。はありがとうございます。い、どうぞ。すみません。ちょっとここに。はい、いい。動画か。うめえ。まあで時間かかるけどね。ミニミニのチャーハンとラーメンのセットね。了解。以上でいいですか。はい。少々お待ちください。はい、こっちです。はい、はい、ありがとう。はい、どうぞ。野菜の方が良かったね。そうやろ。ここの味が僕は好きなの。美味しいっていうより自分に合うてるんだよな。一週間に一遍は来るね。初めてチャーハンでいい。中華は普通サイズ。ミニのごまセット。餃子を2人で1つ。中華半ミニラーメン定食。大盛り2つこれ？はい、大盛り2つ。1個やろ。はい、
しんどいくなってきた。はーい。2番に2つ。大盛りと普通。いきます。ちょっとお待ちくださいね。はい、大盛りは。はい。普通ね。はい、どうぞ。すごいな。辛いのがダメで。5番お願いします。はい。ランチつけてね、どうぞ。いつも何を注文されてるんですか？結構バラバラなんですけど、やっぱ名物のスペ天と餃子はめっちゃ美味しいですね。で、餃子はいつも頼むんですかね。やっぱすごい卵がふわふわ、なんか他のところよりもすごい卵が美味しいなっていつも思いますし、でやっぱ中チャーハンなのもすごい嬉しいし、でかかってるあんの塩気とかもすごいちょうどいいんで、やっぱバランスがすごくいいなって思いますね。ありがとうございました。6番でお願いします。サービス。堀井哲郎が通じる人だったんだけど。そうなの？卵焼き部分の存在感がちゃんとある。あんがうまいですね。でかいっす。びっくりしました。はい、お待たせです。スペシャル天津飯です。
ラーメン。ラーメンの大盛りです。はい。肉団子。はい、肉団子です。お待たせしました。マーボーハー味噌ラーメンセットです。这个汉台湾拉面です。食べてこれで元気もりもりで午後も働けそうだなといつも思ってます。美味しいよ。でボリューム結構たっぷりですけど。ある。仕事で商談が朝あったり昼からっていう時は必ずここで昼食をしてきますね。週1で食べに来たりと、あと持ち帰りのお弁当でよく注文させてもらってます。没看明白，我写上才知道有这个东西。把那个米给它转过去。
主人がこの地元の人で、自分がずっと中華料理やりたかったのでお昼は多分、働いてる方が、多いかな。夜は家族が多い。あとは多分近所の、サラリーマンさん。今日は少し寒いです。八宝菜、台湾飯、結構人気あります。台湾ラーメン、たっぷり塩ラーメンも人気あります。
盒饭猪骨面サイダーお願いします。回锅肉太小的。はい。お待たせしました。魚鱗小菜食です。ごゆっくりどうぞ。じゃあいただきます。ちょこちょこ来てます。仕事で商談が朝あったり昼からっていう時は必ずここで昼食をしてきますね。もういつも安定した美味しさですね。量もちょうどよくて、はい、お値段もちょうどよくて、はい、活用させてもらってます。麻婆饭单品、中华饭台湾面サイダーお願いします。
台湾ラーメンです。はいどうぞ。はい、ありがとうございます。ランチ唐揚げユはお願いします。お願いします。マップハンです。いらっしゃいませ。はい、これどうぞ。やっぱ台湾ラーメンは辛くてニラも入ってて、もう本当にいつも美味しい味ですんで満足しております。食べてこれで元気もりもりで午後も働けそうだなといつも思ってます。
わ味噌ラーメンセットです。失礼いたします。ごゆっくりどうぞ。いや、美味しいです。中国らしくていいじゃないですか。美味しいよ。でボリューム結構たっぷりですけど。ある。バニラケチャップです。ごゆっくりどうぞ。台湾刀削面，饺子1份，お願いします。
えると、僕の父親がなんかセットで得られて、その麺、なんか種類が。で、台湾ラーメンか豚骨ラーメン。で、美味しいですけどね。味噌ラーメンも醤油ラーメンも美味しい。週1で食べに来たりと、あと持ち帰りのお弁当でよく注文させてもらってます。やっぱ値段と量だと思います。バランスよく食べれるなってイメージで通ってますね。台湾ラーメンです。わかりました。はい。